縫部信康さん、当時15歳。原爆が投下された時は動員先の南関温町の工場にいました。家に帰ろうと一旦は市の中心部に向かいましたが、激しい炎に道を阻まれ、やむなく鉄道線路を伝って帰りました。その途中に見た悲惨な人の姿や助けを求める声を鮮明に覚えています。家に帰ると学校へ向かった弟は帰宅していませんでした。縫部さんら家族は翌7日から探し歩き、8日本川の川岸で遺体となった弟を見つけました。家族の心に大きく影を落とした弟の被爆死。被爆の生々しい状況を多くの人に知ってほしいと語ります。15時16ぐらいの時に食べるもんがないんですよ。で畑で芋を作ってね、あの頃は芋でも家で食べる芋は赤芋と今売ってる白芋と赤芋がほとんどだったんですが、後継4号いう芋を作れ言うてね、政府から指示があったんで、後継4号いう芋はもう大きな芋になるんです。それを食料にするいうことで戦時中も兵隊に送るいうことを聞いたことがあるから、もう戦争で食料が少なくなった頃から指示があったんじゃないかも。ほいで全部それにせいうことで、おいしくのってね食べれないような食料事情が大変だったですよね。それで夜になると芋番いうて交代で夜景でねパトロールをさせられたもんです、何年かね。はいはい。それから食料事情いうのは日本がある程度落ち着くまでは大変だったんじゃないかなと思うんですよね。6日の朝はね、弟が「今日は学校行かん」言うて「どうして行かんのない」言うて「靴がない」言うて、まあボロボロだったよ靴がね、確かに。ほんだらおふくろがおくじゅ食ったんやね。で死ぬまで言わんかったやって涙出すが、足まで涙が出るが、本当日本の男が、まあ、あの頃はね、日本の国民は国のためにですからね、つかんことダメじゃないね、日本の男子がどうなったらねえとおくじゅくられて、でもつかなきゃいかんやって言ったら「待って、私が配給を受けた靴があるけん履いてみ」って履いたら「おうたんや履いてけ」って言って履いてって言って、で出るのはわしがちいと早い出たかのが汽車通だったけんね、はい、電車じゃない汽車通で学校へ行かないですよ。直接購買駅よりね、関温本町にかね、ここでほたら警戒警報になったんやね。ほたら警戒警報になると学生は帰ってもええということになったんだ。ほんでみんなが集まって歩きよるのは「おい警戒警報じゃきいのうや」言うて「帰ろう帰ろう」って「おい帰ろうかい」言うて、で回れ右して電車の停留所の行きよったら警戒警報解除になって「おい解除になったで知らんいて祈るかい」あれ帰りよったらこれでやられとるよね。ほいでどうやらこうやら言いながら、まあみんなやっぱり関温の工場の方へ歩いて行ってね。教育室いうんじゃったか何じゃったかな、そういう部屋へ学生は集まれと先生の話があるいうことで椅子に座って私は窓際におったんやね。先生来るの待ちよったんや。ほいたらなんと大きなピカッと光るじゃない。わしが反対側だったよね、あの時ね、海側のピカッと光って、ほいで
何朝から照明弾落とすんかの思うた。そうしたら隣が食堂があったんやね、大きなあのぐらい大きな人数が多いけど、それが倒れるじゃない。それで自分らがおった部屋は倒れるんじゃ思ってすぐ机にしたい、みんな机にしたい囲んだがね、建物がこの字になっとった関係か知らんけども、わしのおった部屋倒れんかったよね。もちろん火災にもならんかった。隣も倒れたけども食堂は火災にならんぞ。ほいでもう先生も来ゃへんわよね、そういう状態で。自分の職場へ帰ったわよね。そこへ帰ったらなんと天井にあるスレートいうんかね、コンクリートでできたそれが天井は全部ない、全部下へ落ちとる。踏み場がないんやね。それは上から全部落ちとるけ。まあここにおったら殺されとるの思いましたよ。それ今日これ集まれいうけん助かったね。ほいでそうしよったら外見りゃ広島の見りゃ雲がものすごい入道雲まだちょうど松茸みたいなね広がっとらんけ松茸みたいな子なかったの。今だに覚えとるよね。学生は帰ってみえよいうことね。ほいじゃ帰ろうか言うんで中本中曽縫い部中本中曽田本と4人階段の人と坂の人間が2人階段が2人か4人でずっと歩いて帰りよった。それから今の関央本町電車道路を越えて広島市内と近いけんね、こういつも通うの近いけん電車通らんけど歩いてきゃいいよ俺は思って、何が暑いのにおい帰らせんじゃないかいって。そしたら遠くの方から助けてくれって大きな声で今での耳に残っとるがね、助けてくれ言うけん、おい助けてくれ言いよるで声何百度だったんじゃろうな、行かれんとってもわしら死ぬるわよ、これじゃ行かれんわよ、こらえてくれ手を合わせてこらえてくれ言うて、それで歩きよったら奥さんが火が出た言うけんまた行ってバケツで火をちょっとだからね消したり、まあ着るものはボロボロ、頭の考え焼けてない人が半分ぐらいの人もおるしね、着るものも半分ぐらい焼けてボロボロになってる人もおるし、だから女の人でも一緒全部ね。でまあ身に真っ裸用しておらんかったがもう着とるもの皆もう身につけとるいううちじゃないのもうどういったらええんかね、もうここボロボロがひっついとるだけやね。おじき風吹いたらなびくよね、バーバーがね。それがいやどうなろうね、これじゃダメじゃ言うてドロドロ歩いてきた。それ一人や二人じゃないんですよ、何百人ねドロドロ歩いていったよね。ほいで「おいの大変じゃの中のものは大事じゃのおい」そうやることを見て行ってから助けてくれいうの聞くじゃろう。ねえまあどうにもならんけん、まあ、手を合わせてからこらえてくれ言うて、それで川渡らねえけん鉄道残っとるけんねそこを歩いて汽車言うて歩いた覚えがある。歩いて壁の方へ行く道路へ降りた途端また同じようなだら同じですよ。それ見ましたよ。もう何百人いう人間がこのボロボロ来たりしてね。で特に思うのは昔の兵隊さんベタ銀いうて将校へね、ベタ銀いうんですかね、将校が単街のしてもらうてね、で元気なまた兵隊さんもね単街のしてね、めんこん玉出して痛いってね言うて頑張ってくださいもう少しですいて、へさかとを越した頃に今黒い雨で言うよりしょ、黒い雨降ったやね。おい油巻き上がったんだな B29 が言うて、影隠れようや言うてよその軒を隠れとって落ち着いてまた歩いて元キリンビアがあったがあこう通って帰ったんだけどね。まあああいうようなことですよ。
家着くね8時半9時半10時半11時半12時半4時間があまりかかったんじゃないかな。家帰ったらおふくろが生きとったんか言われて忘れませんがね。それで私は死んだ思うと。それで弟は生きとる思って。それでそのうち戻ってくるわい言うてね。まあ安心して分かるよね。緊張したら戻ってたと生きとったんか言うて喜んで。それで弟は学校で戻ってくるわい言うて安心した。とにかく襖が飛んどるの取りに行っちゃ一つさはめてね元のように家の中をきれいにしたのを覚えてるよね。晩までそれをやったよね。それでもう弟帰ってくるよって言って帰ってこんもんじゃ朝になったらおふくろが「何しとるんか弟探しに行け」とお口くられたもんじゃけ。それで今さっきのもんじゃないが肘山の下通って健康行って校長先生に聞いたんやね。電気の1年生どこ行ったんかいって聞いたら分からんよ。まあ全部がね校長先生事件ほいたら誰もおらんねん。ほいで全部飛んでしもうて鉄骨だけ残っとったね。家のね家いうか工場が実習所の鉄骨だけ。ほんでそうしよったら用務員の先生いうか小遣いさんやねあれがおっちゃったけん「先生電気の1年生どこ行ったん?」って聞いたら「分からん」分からんよでも弱ったの探しに来たんじゃがの言うて言ったら確か県庁の方へ疎開作業に行ったじゃろう思うんじゃが言うてそれしか掴むとこがないんで誰もおらんのじゃけんね。それからずっと歩いてきてここをずっと歩いてきてまあ牛が死んどるより一人二人死人を見た時にはまあ気持ちが悪くてね人間になれるんじゃね5人を見10人見100人ぐらいみたいになれるんじゃねなんともないんだね今でも分かる気がする。ほいでずっと歩きよったら弁当箱があるけんあれ弁当箱あるのってみんな幸いに一番上に包んだるものは全部ないんよ。アルミだけ残ってる弁当箱見りゃ弟んじゃ間違いないのって中見りゃ昨日の教授が覚えとるわ弁当食べるものない頃だけねよく見とるんじゃあ絶対ここにおるわい。それで分からんわいな何百人いて死んどんじゃけんあっちこっち全部もう大人も死んどられたけど大人より学生ほとんど学生だったよね。ほいで元安橋の上上がったらこの川への死人が浮いてまあその死人のいまだに頭の中に残っとるが目浮かぶがまあ苦しみようじゃないね。まあまあその苦しみ方がものすごい苦しみ方でそれで浮いとるにねポンと背中だけポンと置いて潮が満ちた人にこれだいぶおったけね分からやせんかまで上からじーっと見たけね死人を見て弟どれかなまで見よったんだけど2人3人ぐらい見たかな。それでその時にやっぱり私らみたいに人を探しに来とった人が2人か3人この辺通っちゃったね。もうこれ来てるなら絶対死んどる思うだけねもう生きとった思わんねん。ほいでおふくろは生きとるかわからん言うて二の島に逃げとる人もおるらしいの聞いとるけんね二の島まで行く言うて収容所あちこち歩いておふくろ探しに行ったけどもまあ結局晩に帰っても見つからんかった言うてほいであれ弁当箱あった言うたらほいじゃ明日行ってみよういうことであこの日に自転車でね3輪横についとる分ねの三輪車でちょうどその2日ね前の日か2日じゃないあこの日に親父が遅うに帰ってきたんじゃろう思うねで一緒にこう言うてほいで自転車をこいでもう死人の風景だけよね何にもないんですけどね全部焼けて木も何にもなかったもん死人だけですよに残ってるの弟涙が出たよなまあわしの子じゃいうきで
兵隊さんがもうすぐ飛び出て取るけん待ってくれ言うて親父と上持って上がる時にこうなってたなんか残っとるでって巻き岩が見えて縫い目数があったけんね、わしはそれを見た時でも弟では思わんかったよね正直にね。いまだにこれで確認しただけで死人を見てからもう男も女もわからんのですけんね、みんな几帳面にこうやって死んどったの。全部並んでね、きれいに並んで石段へ全部きれいに並んで、でもこうやっていっぱいいっぱい、それもね。それで着とるもの靴も全部焼けとる。私がもうの水を求めて川へ出て川へ入って一番最初に入った人間がやけどしたの手突っ込んでみてください、分かるけん。体全身が何百度でやけどしとるのが水の中入ったら痛いもんじゃないと思うんですよ。それ苦しむのを見たものは次の人は入れんわやね。入れんけん、いや入りたい前はクリクリ入れん、次から次来るけんね、どんどん詰まって結局そこで気を失って死んでいったんだろうと私は思う。ほいで連れて帰ろう思うたんやね。ほいたら何が兵隊さんがね焼きよったんやね。人間をあっちからこっちから集めちゃうね、この向こうので焼きよっちゃったんや。連れて帰っても葬式する言うても今のような状態じゃ町内会が葬式ができるような状態じゃないけん、じゃけ焼いてもらおう言うてそこで焼いてもらって骨にしても帰ったんですよ。台所の何言うんかね、茶碗やら色々入れる棚へ写真を今ある写真を置いて、朝昼晩はそれにしよったの。手を合わしよったよ。言えんかったんじゃろうもう。おふくろはあれの数に一回で休ましとけ生きとったんだろうにのいて言うたの。おふくろがこうなってわしはいやせん言うてから泣きよったよ。苦しかったんじゃろうもう、自分で生け言わずに休ましときゃね、今でも生きとんじゃないかね。結婚適齢期になる前から体が一頭ってかなわんのよね。じっとしとれん。ところが30分ぐらいすると治る。そしたら健康体と同じように仕事ができよったよね。それが幸いだったんだと思うんですよ。それで調べよう言うて胃カメラ飲もう焼いて飲んだりね、いろんな検査してくれて分からんかったんだろうと思う。それで定心病院行けて案内状を言うて定心病院行く。定心病院で検査するのに血液検査しても分からん。それから胃カメラでも分からん。それで腎臓じゃないか言うて腎臓のなんか薬飲んでもレントゲン出んのじゃろうね。それで嫁さんもらえ言うてね、勤め先もええしどこでも嫁さんがおる、あんた弟でけんの言うて養子の話ばっかり、親が見合いせん嫁さんいらんもらわれせんよ言うて言うたら中ほどの人に対して悪いけんすぐ断って名言見合いだけしてくれ言うけん何枚も見合いしたわいね。それで今度今の家内の時にあれ何ぼだか29になったんか29か30、嫁さんもらわねや、嫁さん来てくれんようになろうけぼつぼつじゃもらわね結婚せねえけんの言うんで嫁のと世話してくれたんやね。ほいでどうするんか言うけん、じゃ原爆受け取るいうことを伏せてじゃあ結婚するかいうことで伏せとったんやね。でも頭の中にはその自分の体があるけんダメじゃいうのと
あの当時は原爆を受け取るものはダメじゃ言うて原爆を受けたことを言うないうのも一つあったよ。もう少し原爆のいうものはこういうもんじゃとか原爆を受けた後こういうもんじゃいうのをね全世界へとにかく発信するしかないんじゃないか思いますよ。原爆が落ちた時の今のこれで死んだ人の死んだ時の状況の生々しいことを全世界へ発信すれば違うんじゃないかな思うがね。私の時代はこれで終わるんじゃろうが孫ひ孫の時代にどうなるんかのいうのは本当悲しいかな、地球は一遍はダメになるんかないうような気がするよね。戦争ね特に原爆戦争じゃないようになってくれたらいいかの思うだけです。思いはそれしかないですよ。